エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は久々に出た新型 iPad をレビューします。今回の新型 iPad は2年半ぶりのアップデートで性能や容量がアップしたのにお値段そのままですごく良さそうですが、Apple Pencil が第1世代のままだったり Apple Intelligence に対応していなかったり、いろいろと気になるところもあるので、一緒に出た上位機種の iPad Air とも比べながら安い iPad でもちゃんと使えるのか詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品は充電ケーブル、アダプター、説明書で、本体の色はエアーよりもポップで明るい色合いになっています。裏側にカメラが1つと画面の横にもカメラが1つついていて、横向きにした時にビデオ通話で目線が正面に向きやすくなっていたり、スピーカーが上下に1つずつついていて、横向きにした時に音をステレオで聞けるようになっています。見た目は前のモデルとほとんど一緒で、裏の iPad の文字がなくなったり、写り SIM から eSIM に変わっていたり、少しの違いがありますが、カメラの画質や Wi-Fi の速度なども前と変わっていなくて、チップが新しくなってストレージ容量が増えたマイナーアップデートになっています。ロック解除は電源ボタンが指紋認証になっていて、指を置くだけで簡単に解除できます。画面はとても綺麗で小さな文字も読みやすいですが、価格が安い分他の iPad よりも画面の性能が少し低くなっています。例えば画面が奥にへこんでいるので、ペンを使うとペン先と線が少し離れて見えるし、色域が狭くて発色も他の iPad の方が綺麗になっています。ただ実際に使ってみると普通の iPad も十分綺麗で、パッと見た感じだとあまり違いがわからないので、普通に使う分には画面の性能が低いのは気にならないと思います。ちょっと残念なのは対応している Apple Pencil が第1世代のままなところです。他の iPad は Apple Pencil Pro が使えるので、磁石でくっつけるだけで充電できて使い勝手がいいのですが、第1世代はケーブルで充電しないといけなくてちょっと面倒です。せめて第2世代の Apple Pencil に対応してくれたら iPad にくっつけるだけで充電できてかなり便利だったのですが、残念ながらペンのアップデートはありませんでした。ただ本体からペンの充電機能を省いたおかげで価格が安く抑えられていると思うので、その代わりにペンが古いのは仕方ないと思います。ペンをあまり使わない人にとっては安く買える方が嬉しいし、書き心地は第1世代も新しいペンもあまり変わらないので、ペンが使いたくなった時にちゃんと使えるところはいいと思います。第1世代のペンは10年前から売られているので、中古がたくさんあって安く買えるのはいいと思います。ただ中古のペンはバッテリー持ちが悪くなっていることがあるので、中古で買うときはバッテリーの状態を確認した方がいいと思います。あと第1世代のペンは充電を忘れがちで、ずっと使わずに放置しているとバッテリーが過放電して壊れてしまうことがあります。ペンは使っていない時も iPad と通信していて少しずつバッテリーを消費するので、長期間使わない時は iPad とのペアリングを解除しておくといいと思います。Apple Pencil は高いので筆圧感知がいらない人やペンをあまり使わない人は USB-C の安いApple Pencil や Amazon で売られている3000円くらいのペンでも十分だと思います。メモを取ったり簡単な作業をするだけなら安いペンでも大丈夫ですが、 iPad でイラストを描きたい人は筆圧で線の太さや濃さを変えられる第1世代の Apple Pencil がおすすめです。前に iPad のペンを比較した動画も出しているので、気になる人はそちらも見てみてください。 iPad Air とペンの書き心地を比べてみましたが、遅延がほとんどなくどちらも書きやすいと思います。スロー撮影しても遅延の違いがほとんどなくて、安い iPad でも Air と同じくらいスムーズに線が引けました。ただ Air は画面が奥にへこんでいないので、ちゃんとペン先から線が引かれているように見えますが、普通の iPad は画面が奥にへこんでいて、見る角度によってはペン先と線が離れて見えるので、線と線をつないだり細かいところを正確に書きたい人には少し気になるかもしれません。あと Air のペンはバレルロールやスクイーズの機能もついていて、ペンを回すと筆先の形が変わったり、ペンをつまむとよく使う機能がペン先に表示されたり、いろいろと便利な機能がついていますが、普通の iPad のペンにはついていないので、そういう機能が使いたい人は Air の方がいいと思います。 Air の方が性能が高いので、重い筆を使ったりレイヤーをたくさん使ったりするとスムーズに動きますが、普通にイラストを描くだけなら普通の iPad でも十分快適に描けると思います。なのでお店で Air と見比べて画面の視差や発色の違いが気にならなければ普通の iPad でも大丈夫だと思います。
アプリの使い心地も比べてみましたが、SNS や動画視聴、読書などの普段使いのアプリは Air との違いがほとんどありませんでした。アプリの起動にかかる時間はほとんど変わらないし、使用中に止まったりすることもほとんどないので、普通の iPad でもストレスを感じることはないと思います。違いが出るのはゲームを高画質設定でプレイしたり、動画編集の書き出しをしたり、3D 系のアプリを使ったりした時で、そういう負荷の高い作業では Air の方がスムーズに動きますが、それ以外は違いがわからないので、普通の使い方なら普通の iPad で十分快適に使えそうです。次はお絵かきアプリの Procreate で使えるレイヤー枚数が Air とどれくらい変わるのか調べてみます。レイヤー枚数は本体のメモリが多いほどたくさん使えますが、普通の iPad のメモリが 6GB、Air は 8GB で、使えるレイヤー枚数を調べると Air の方が 1.5 倍くらい多かったので、レイヤーをたくさん使って本格的にお絵かきしたい人は Air の方が良さそうです。ただちょっとしたお絵かきなら普通の iPad でもすぐにレイヤー枚数が足りなくなることはないと思います。ただポスターや漫画のようにキャンバスの解像度が高かったり、レイヤー枚数が多めの作業は Air でもメモリが足りなくなる時があるので、そういう作業がしたい人は iPad ではなくパソコンを使うのをおすすめします。今回の新型 iPad で特に嬉しいポイントは、ストレージが 128GB から選べるようになったところです。前のモデルは 64GB からだったので、アプリやゲームをいくつかインストールするとすぐに容量不足になるので、お値段そのままで容量が倍になったのは嬉しいです。私は 128GB でも十分ですが、最近のゲームは容量をすごくたくさん使うので、ゲームをやる人は 256GB 以上がいいと思います。256GB が前より1万円安くなって買いやすくなっているのも嬉しいです。iPad のいいところは製品のサポートが長いところで、一番安い普通の iPad でも6年くらいは最新の iPadOS が使えると思います。最近は iPad が小学校でも使われていて、1年生から6年生までの6年間は安心して使えるようにしているみたいです。例えば2019年に出た第7世代の iPad は2025年の今でも最新の iPadOS18 が使えるので、一番安い iPad でも6年くらい最新の iPadOS で使えそうなのはかなりコスパが高いと思います。もちろん高性能な Air の方がもっと長くサポートされると思いますが、6年も使えばバッテリー持ちが悪くなったり、いろいろと問題も出てくると思うので、個人的には6年くらいで十分だと思います。一つ前の iPad 第10世代が型落ちで安くなったので、こちらと迷っている人もいると思いますが、ストレージが 64GB からだったり、プロセッサも新型 iPad のA16 より2世代古い A14 なので iPadOS のサポートは2年くらい早く終わってしまうと思います。なので少しでも長く使う予定なら新型 iPad の方をおすすめします。iPad Air と比べるとペンが古かったり Apple Intelligence が使えなかったり、画面の大きな13インチも選べないので、そこが気になる人は iPad Air の方を選ぶと良さそうです。それ以外の人はアプリの使用感もほとんど変わらないし、普通の iPad で大丈夫だと思います。安さと性能の両方にこだわりたい人には、型落ちで安くなった M1 や M2 の iPad Air が新しいペンや Apple Intelligence も使えて、普通の iPad よりも画面も綺麗なのでおすすめです。ただ中古の場合はバッテリー持ちが悪くなっていたりするので、バッテリーの状態がいいものを買うか、Apple が出している整備済み品をおすすめします。あと型落ちの iPad はストレージが 64GB しかないものもあるので、容量不足を気にせずに使いたい人はここも注意してください。今回の新型 iPad は性能とストレージ容量がアップしたのに、お値段そのままでとても完成度の高いタブレットだと思います。よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録、高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。